それを実行され、最終的なその西松陰の足跡をつながれた旅の完遂の証として、こちらに、お堂を建てられたという経緯が、バックグラウンドがございます。このような法華経に対する熱い信仰心や情熱なくしてはなし得ない偉業について、現地の方、そして世界各国から集まられる参拝者の方に、このお寺のバックグラウンドについてもお話をさせていただいております。毎年、お寺が2009年に建立されてから楽慶法要が11月にあり、毎年記念式典を11月に行っており、今年で15周年を迎えます。私は2015年11月頃から、登院して、日本やインドの多くの方にお世話になって支えていただいて現在に至ります。ちょっと日時上人の足跡をつなぐ旅についてお話をさせていただきたいと思います。ちょっと地図が見えるかどうかちょっと小さいんですけれども、ちょうど2003年に師匠が日時上人の足跡をつなぐ旅ということで、神戸港から船で天津まで、渡りまして、北京郊外の千家寺というところでちょうど20年前の今日4月1日にそこで、法要をこれから出発式というような形で西松陰の足跡をつないでいきますということで法要が行われたんですけれども、私も一緒に、この65日間かけた日本からインドまでの壮大な旅だったんですけれども、一緒に19歳の時、大学生の時に参加させ、まだ在家だったんですけど、参加させていただきました。で、その後、いわゆる中国の四大聖地と言われる峨眉山ですとか、布田山ですとか、天台山、五台山、観音様や普賢文殊、お地蔵様、龍華山など、その聖地を巡って、ヒマラヤを越えてチベット、ネパール、インドっていうふうに入る予定で、師匠はこの旅をする5年前から、いろいろと下準備をされて、ご挨拶回りということで、インド、ネパール、チベット、中国と個別に、ご挨拶をして、回られてたんですけれども、ちょうど西安に着いた頃に足止めを食らって、今で言えばちょうど去年までコロナウイルスで世界中が大変だったと思うんですけど、SARS の肺炎が流行った中国発祥で時期だったので、突然いろんな空港やホテル、いろんなところで検疫があって、微熱でもあろうものなら隔離対象になって、団体行動なので1人が隔離されると全員が濃厚接触者ということで隔離対象になるっていうことで、本当に大変な事態に遭遇しました。で、チベットが外国人入国禁止っていうふうに禁止令を出されたので、チベットを越えてネパール、インドと入ろうとしていた我々にとってはもうどうしようもない事態になって、師匠もいろんな方にコンタクトを取られて、あらゆる手段を取られたんですけれども、なかなか道が開かないということで、みんなで集まってお坊さんと信者さんと一緒に数名で旅をしてましたので、とにかく祈って道を開けてくださいというふうにお願いをしていたんですけれども、最終的にガイドを務めてくださっていた中国人のコウさんという方が、私には在家でこの今朝をする資格はありませんと。しかし皆さんの必死な思いを見て、皆さんは日本人国籍なので、チベットに入国禁止で入れないけれども、自分であれば中国人でいろいろ手立てを組んで入ることができるので、私が師匠の今朝をお借りして代わりに皆さんの代表としてチベットを越えてきますと
言って、この大曼荼羅、お曼荼羅や日時のお位牌を胸に、言ってたんですけれども、代わりに江さんが持って、越えてきてくださって、ネパールの国境付近で、再会するっていう形になったんですけれども、本当に大変な時でしたし、高山病ですとか、江さんも普段のお顔の2倍、3倍に腫れ上がったお顔で、ネパールでお会いするという形で、本当に辛い中、